こんにちは、タロタロです。今回はクシャルを100体討伐して立ちソロで4分を切ることができたので、個別のモーションについて解説していきたいと思います。今回の動画では100体討伐するまでに見た17種類のモーションを5つに分類して紹介します。それぞれのモーションについて、予備動作や攻撃判定、また攻撃のチャンスタイミングなどについても説明します。また自分は基本的に太刀を使って攻略していたので、モーションごとに太刀だったらこうするっていう話もしていこうと思います。他の武器の場合でも応用が効くところはあると思うので、良ければ見ていってください。またチャプターごとにも分けたので、気になるモーションだけでもよかったらどうぞ。それでは見ていきましょう。まずは2種類の方向について説明します。クシャルの方向は長い方向と短い方向の2種類があります。自分は顔を上に上げる速度で判断しています。ゆっくりと顔を上げる大方向では頭を下ろすのもゆっくりなので、タッチでは最初の方向をカウンターした後に兜割りまで入れることができます。次は短い方向です。先ほどの方向と同じように兜割りを打つと痛い目を見ます。この方向は頭を上げるのが早いためカウンターも取りづらく、その後頭を下ろすのも早く次の行動に移るのが早いので、あまり攻撃のチャンスもありません。基本的には方向を見切る努力をして、その後は少し攻撃を入れるだけというように意識しています。ここからは近距離攻撃の紹介です。一つ目は横方向の風攻撃です。顔を少し上げ、正面に扇状に攻撃してきます。タッチでは基本的にカウンターを取るように意識しています。またこの風攻撃の後は威嚇をしてくれるので、少し長めの攻撃も入れるチャンスになります。タッチであれば見切りからの無双切りや兜割りが十分に入ります。ただし竜風圧をまとっている時は風攻撃からブレスに派生する場合もあるので注意が必要です。次は腕攻撃です。正面に腕を使って攻撃をしてきます。基本的にはカウンターを合わせて対処しています。このように相手の後ろにいる時は振り向きの腕攻撃だけなんですが、相手の正面にいる時は速い腕攻撃の後に飛び上がって竜属性の叩きつけ攻撃をしてきます。この場合最初の腕攻撃に吹っ飛ばし判定はないので、基本的には飛び上がった後の攻撃にカウンターを合わせるようにしています。また飛び上がった後の竜攻撃の後は少し隙があるので、強気に攻撃することも可能です。ただし相手が竜風圧をまとっている時は飛び上がりの竜攻撃を2回連続でしてくるので注意が必要です。この飛び上がり攻撃自体はそこまで攻撃判定が広くないので、横に転がって回避することも可能です。またこのように総竜の後に糸でつながれている時は腕攻撃から飛び上がりに派生しないようでした。次は2連続噛みつき攻撃です。この攻撃は体全体に当たり判定があります。体を横に構える予備動作が分かりやすく、攻撃のテンポもゆっくりなので、タッチでは基本的にカウンターを合わせるようにしています。またこの攻撃も攻撃の後に少し隙があるので攻撃チャンスになります。次は突進攻撃です。いかにも走り出しそうな予備動作から正面に素早い突進をしてきます。タッチでは基本的に突進にカウンターを合わせるように意識しています。またこの突進からは風の球を出す攻撃に派生しやすいので、そのコンボも頭の片隅に入れながら立ち回っています。タッチでは2回連続カウンターを狙うのが安定かと思います。次は振り向きざまに噛みついてくる攻撃です。この攻撃の後は威嚇に入るので攻撃チャンスです。相手の側面や後ろにいる時によくやってきます。基本的には噛みつきに対してカウンターを合わせて、その後の攻撃チャンスに大技を当てるように意識しています。次は飛びかかり攻撃です。体を少し構えた後に正面方向にジャンプして攻撃してきます。これも体全体に当たり判定があるので、基本的にはカウンターを合わせるようにしています。ジャンプした後は少し攻撃チャンスがあります。距離によっては飛び越えられてしまってカウンターを合わせるのが難しいので注意です。ここからは遠距離攻撃を3つ紹介します。1つ目は小さい風の球を飛ばしてくる攻撃です。このような横方向のジャンプから派生する場合が多いです。タッチの場合はカウンター攻撃を頭に当てるチャンスなので、積極的に居合抜刀機陣切りを狙うようにしています。居合を早めにしてしまって風の球にカウンターを合わせるのがタイミング的に難しい場合は、
最初の横ジャンプを見た瞬間に居合を解除して再度居合をしてもう一度カウンターを当てるというのを意識しています。次は注意してという声とともに放たれる大きい風の玉攻撃です。こちらは非常に大きい風の玉を放ってくるので横方向に回避することが難しく、基本的にはカウンター技を狙っています。そしてこの攻撃の後は必ず威嚇をしてくるため強気に攻撃を当てていくチャンスになります。次は風のビーム攻撃です。クシャルが風をまとっている時によくやってきます。小さい風の玉攻撃と同様に突進の後や横移動の後にやってくることが多いです。そして攻撃の後には威嚇が入ります。そのため基本的にはこの風のビームを避けた後に威嚇に対してチャンス攻撃を当てていきます。また風の玉攻撃と違って顔を上に上げるため居合切りのような水平方向の攻撃は当たりにくいです。なのでタッチでカウンター技を当てたいと思った時は見切り切りを使うようにしています。ここからは空中攻撃5種類について説明します。まず1つ目は空中から3回ブレスを吐いて竜巻を発生させる攻撃です。通常時は中央と左右にそれぞれ1つずつの竜巻を発生させてきます。この攻撃の後は必ず着地しその後に威嚇をしてきます。そして流風圧をまとっている時にはブレスの着弾地点から2つの竜巻が出てる上にすぐに着地して風ビームを放ってきます。慣れればイライラ棒を解いてるような感覚で真ん中を突き抜けてその後に攻撃しに行くのも可能だとは思いますが、どちらにしろ風のビームが来てすぐに攻撃できないので横から回り込んで攻撃するのが安定かなと思っています。ビームの後は攻撃チャンスです。次は空中から着地と同時に突進してくる攻撃です。この攻撃は空中から空中へ移動する突進の後に派生してくることが多いです。タッチでは後ろを向いて居合をしてカウンターを合わせるようにしています。また着地をした後は少し攻撃チャンスが生まれるので積極的に攻撃を仕掛けるようにしています。次は地上からバックステップして飛び上がり風の玉を吐いて竜巻を発生させる攻撃です。通常時は竜巻1つしか発生させませんが流風圧をまとっている時はこのように3つ発生させるので注意が必要です。このバックステップ竜巻の後はそのまま地上に着地する派生、そしてバクステ竜巻からそのまま飛び上がり着地攻撃に派生するモーション、さらにその着地攻撃をする前に一度空中から風の玉を飛ばしてきた後に着地攻撃をするパターン、そしてバックステップから飛び上がった後に横方向に移動して着地、そしてそこから2連噛みつきをしてくるパターンなどがありました。剣士の場合基本的に飛んでいて攻撃するのが難しいのでそれぞれ派生したモーションに対応するようにしています。次は空中で突進攻撃をしてきた後に交差する6個の竜巻を出してくる攻撃です。この攻撃をしてきた後はそのまま素直に着地して威嚇が入るため攻撃チャンスになります。竜巻が交差してしまうと中央が埋まってしまうため基本的には交差する前に竜巻の中央を通り抜けてこの後の攻撃チャンスを生かすようにしています。またどうやら弱っている時は竜巻が2本だったり発生した竜巻が壁に吸われた時は竜巻が減少するようです。通り抜けられるかどうかは結構スピード勝負になるので自分はこのモーションを見たらすぐに納刀してかけり虫ダッシュで近づくようにしています。次はおそらく流風圧をまとっている時限定の攻撃で地上から横移動して飛び上がりそこから空中突進、そして竜属性の叩きつけを2回連続でやってくる攻撃です。この一連のコンボは基本的に空を飛んでいて攻撃チャンスはあまりありません。なので竜属性攻撃にカウンター合わせるか着地後の攻撃チャンスを狙っています。さて最後に紹介するのは必殺技です。方向した後に体を構え周りに風を発生させた後に飛び上がってから中央に大きな竜巻を発生させます。基本は走っていれば当たりません。もし走る時間が無駄だなと思う人はすぐに納刀して先行玉を投げるか体を構えている時に兜割りなどの大技を当ててひるませると止めることができます。一応カウンターもできないか試してみたんですがどうやらこの竜巻は多段判定のようで1つ目をカウンターしても2つ目3つ目と当たって力尽きてしまいました。もし大技が狙える状況だったら積極的に打ちに行って止めに行ってもいいと思います。それではここまでご視聴お疲れ様でした。この動画が少しでも役に立って
より楽しく狩れるようになれば幸いです。また自分が立ちソロで3分49秒で討伐した動画は別動画にしています。装備やスキル、またその時考えていたことなどを字幕で説明しているので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。これからも他のモンスターを納得いくまで研究できたら、また新しく解説動画とかも出していこうと思います。よければまた見ていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。